謝罪するならすぐ許します。私はね、謝り慣れてるんですよ。社長になって2回謝罪会見したって言ってるけども、その話はね、しますけれども、もともとB2B の製紙会社の、トップの前でもですね、専務だったりとか責任のある立場をやってると、謝りに行くことって結構多いんですよ。例えば新聞社にですね、この収めた新聞の巻き取りね、こんな大きなね、ロールからこう1分間に何百部って吸ったのが出てくるんですけど、その紙が悪くってちょっと品質不良があってですね、何千本に1本がこんなでっかいロールがですね、印刷機の通してる間に切れたりすると、繋ぐのに20分ぐらいかかるんで、朝刊が遅れちゃうとか、そういったこともある。で、それがないようにやってる。世界各国の基準だと数百本に1本、日本は厳しいから数千本に1本なんですが、それがたまたま連チャンで起こったりなんかするとですね、本部長が謝りに行くケースもあれば、役員が謝りに行く。そういったことも含めてですね、家庭用紙やってるのもそうですけども、その部門のトップ、場合によっては会社のトップが謝罪に行くことがあるわけです。で、上が行かなきゃいけないって大きいクレームですよね。ちょっとしたクレームだったら現場で申し訳ありませんって済むわけですけど、トップが行かなきゃいけないクレームって大変なクレームなわけですよ。場合によっては向こうの社長もですね、苦々しい噛みつぶして出てくる場合もあるし、現場っていうかその部門の担当役員のとこ行ってですね、もうただひたすらね、謝るしかないんですよ。で、ただ謝るだけって言ったのは誠意がないですから、ちゃんと再発防止策だとか、今回そちらにかけたご迷惑、被害も含めてどうするかだとか、場合によっては金銭の問題にもね、発展することもあるし、謝って済む場合もあるけど、全部含めて全部説明。ただ、すいません、すいません、すいません、悪かった、悪かった、悪かった。でも心の中では、運が悪かった、なんて思ってるのがね、バレちゃったらいけないわけですから、きっちり謝罪するわけですね。だから、謝罪慣れしてるんですよ。B2B のトップっていうのは、あるいは人間っていうのはね。だから分かってないんでしょうね、港氏もね。だって視聴者一人一人にですね、握手して回るわけでもないしね、視聴者一人一人にですね、フジテレビ見てくださいっつってね、反則するわけではないんで、やっぱりね、舐めてかかっちゃうんですよね。しかもね、自分たちは権力握ってると、好き勝手やってるの今まで許されてきたんでね、と思ってる私はですね、社長になった1週間目に日本を揺るがした揺るがしてはないですけども、日本中の製紙会社が連座してしまった古紙配合率偽装事件っていうのをですね、古紙 60% 使ってますっていうのがですね、再生紙ですね、本当は 40% しか入ってなかったじゃないかとかですね、 80% 使ってますって言ったら 65% しか使ってなかったとかですね、あれもいろいろ理由あるんですけど、今日それがテーマじゃないんですけど、会場も広いところを用意して、うちの会社の中で一番広いところを用意してですね、あの時日本中で話題になった王子製紙、大王製紙みんな謝罪したけれども、100社までは入んなかったけれども、当然オールドメディアも含めてみんな来てですね、で私と当時の副社長と2人でこうやって前もって「俺に合わせて頭下げてよ」ってね、副社長にね。で下げる時はスッと下げて、下げたところですぐ頭だけじゃダメだよと、スッと下げたら5秒静止して、なんか危機管理コンサルなんかそこで十何秒とかやる、あれもあれでバカバカしいから、頭下げたら5秒ぐらいで私が頭上げるけど、その時も下げるのは上げる時にはゆっくり丁寧に上げてねとかですね、そういったことをね、私がね、別にコンサルに言われるわけじゃなくって、私だったらこうするっての言って副社長にね、こっち見れないけれども俺の動きは気配でわかるでしょとか言ってですね、前もって言って謝罪した。もう一回はですね、やっぱり日本中の製紙会社が引っかかった梅煙、工場でボイラー炊くんですけどね、そのボイラーの排煙の、いろんなデータがですね、要するにいろんなその硫黄化合物だったりなんとかだったりって、やっぱりその規制されてるもののですね、一部データがですね、こう超えてるのにそのまま現場が書き換えてたみたいなんですね。たまに他のメーカーもね、似たようなことでやっちゃってますけれども、それなんか本当に上の人間、私たち知らなかった現場がやってたことなんですけど、結局日本中の製紙会社がやってたっていう話なんですね。2回謝罪会見しましたよね。あの時で就任して1週間目のあれだ、今でも覚えてます。毎日新聞の記者がなんか途中で手を挙げて「毎日のなれないんですが」とか「井川社長は責任を取って辞任する気はないんですか」とか言ってね、偉そうにね。そうなんだよね。彼はたまたま新聞社だったけれども、テレビ局もそうだけれども、記者が別に国民を代表してるわけでも何でもないのに、なんでそんないたけだかなこと言えるのっていう話なんですが、こっちが逆蹴りしたらですね、雪印乳業の社長みたいになっちゃうんだよ、こっちも寝てないんだよみたいなね、あれで雪印潰れちゃいましたからね。もちろんそこはですね、マスコミそんなもんだって、もともと新聞社にね紙買っていただいてね、お世話になってた身だしね、分かってるんで、丁寧に大変申し訳ございません。私1週間前の株主総会の後の定例取締役会で代表取締役社長に選任されて1週間目でございまして、私の責務は原因を究明して再発防止とか、例のね決まり文句ですよね。さすがにあの時は周りの記者たちからもね失笑が漏れてましたけれどもね、何にも調べずに来てるんだなっていうことでですね、で決まり文句ですね、責任取ってやめないのかってね。毎日にしたって他のテレビ局にしたって今回ね、富士の港社長に責任取ってやめろって
やめる気はないんですかって言ったやついるのかね。なんで X でたまにね、私間違ってたとか言って、ね、ついこの間叙勲天皇陛下からですね勲章をいただける時に林芳正夫人、実は大学のサークルの同級生なんですけども、林芳正の官房長官の夫人がですね、ちょっと着物がなんか自分で着付けたのっていうぐらいちょっとだらしない感じだったのが X で話題になってた時にですね、宮中は黒留袖だろって書いたら、いえ宮中は色留袖ですって誰かこう来てたんで、すぐにすいません間違ってましたってやって、その程度のこと謝ったところでですね、間違ったところで私の人格否定されたわけじゃないんだけど、世の中に謝れない人いるんだよね。どっかのねクリニックの院長とかね、あとはなんだっけ、さっき言ったね年金の話で最近炎上して、俺もちょっとぶったたいてるけれども、四流お笑い芸人、まあ学歴はちょっと見栄えはいいけど、そっち行きますか。あれ X でそのうち返してやろうと思ってるんですけども、俺に来てないから返すんじゃなくてね、俺に来たら返してたんだけど、まあタイムラインで降りてきた中か、あるいは高松菜奈氏のですねリプに彼女に援護射撃で来てたやつなんですけど、そもそも保険っていうのは払ったよりも返ってくる方が少ないんだと、そういうもんだっていう書いてる人間がいたんですね。私はね逆にね、そもそも前提条件として、これ皆さんまあ知ってる方も多いと思いますけど、私昭和39年1964年生まれで去年60歳、この前後数年だけがですね、数年は払った額と戻ってくる額がですね、年金給付される額が大体一緒なんですね。行ってこいの世代で、私よりも上の世代は払ったよりもたくさんもらえる世代、私よりも下の世代は払ったよりも戻ってこない世代、給付が少ない世代なんで、私がその高松菜奈氏のですね批判をしてる時にも、いやそもそも払った額よりももらえる額の方が少ないっていう時点で、もらえるって別に政府がくれるわけじゃないんでね、取り返すって言ってもいいんですけども、給付される額が少ない時点でも保険じゃねえみたいなことを書いてたんですけれども、だから誰かがですね、私のそれに対する反論でなくて別のところでですね、いや保険っていうのはそもそもそういうもんだと、でいざとなった時にねもらえるもんであって、トータルで見たら給付がない方が多いと、でもそれでもいざの時のためにやってるんだって言ったら、またこういうバカがいるんだなと思ったんですけれども、その言い方って間違いなんですよね。保険の全体の設計で言えばですね、当然払い込んだ額の方がトータルでね、保険の全体で見たら保険料を徴収したトータルの額よりも給付の額の方が少なくないと破綻しますよね。そうじゃないと生命保険会社も損害保険会社もみんな潰れちゃうわけです。でもね、そんなバカみたいな期待値が1以下のものにみんな保険料払うわけないじゃないですか。何かって言ったら、いざという時のためというかね、簡単に言うと給付条件を満たした時には払い込んだよりもたくさんもらえると、そのためにみんなかけてるわけですよ。火災保険だったら、家が火災になったらその時に建て替えるとかいう費用はとてもじゃないけれども大変だから少しずつ払い込んでおく。そうすると建て替え費用が3000万だとしても、そこまで払い込んでるのがですねトータルで数百万だとしても、その数千万の給付をくれると。だから給付の条件が満たされたら払い込んだよりもたくさんもらえるもんなんですね。自動車事故だってそうじゃないですか。一生事故を起こさずに済む人もいるかもしれないけれども、事故を起こしてしまった時、人身事故で相手に重い障害を与えてしまったり、あるいは自分の車がですね自損でもいいです、あるいは他損、相手の車としてもその修理費がとてもからってんで毎月少額払い込むね。結局事故を起こさなかったらもらえないけれども、起こしたら払ったよりもたくさんもらえる。給付条件を満たしたらですね。さあここで考えてください。じゃあ今年金というのを、年金保険料、あれ保険税なんですか。諸外国ではソーシャルセキュリティタックスって言ってるんで税金なんですけれども、この年金という保険の、だって社会保険って言ってるんですから、年金という保険のですね給付条件って何ですか。65歳になることですよね。あるいはまあ選んで70歳とかもっと後もあるかもしれませんけど、まあここは簡単に65歳65歳になったら給付条件が満たされるわけですから、そしたら払ったよりももらえるものが少ないなんて保険誰が入ります。車事故りましたと、その時に損害賠償しなきゃいけない、その金額がまあ人身事故で1億円だけれども1億2000万円払い込んでくださいで1億円しか払いませんなんて保険誰も入らないやんけ。バカだよね本当に。そういったことも考えずに賢いつもりでですね、保険っていうのは払い込んだよりももらえるものが少ないのが当たり前だっていうね、そのバカだよねそういうやつって本当に。一応まだ社会保険料って払わないと不法行為なんで、一回さ社会保険料払った方がいいですかって来てたんで、あくまでさ払わない方がいいよと思ってもですね、そこは今の話ね、もらえる方が少ないんだよと私より下の世代は、まあそのあたりよく考えようねとしか言えなかったんですけど、理屈で言ったらですね、そんなもん保険料なんて払うのだって使われてないやん。俺より年上のじじいばばのために使ってんだからね、なんで働いてる世代がそんなもん納めなきゃいけないんだって話なんですよ。そうなの、そんな言い訳が通じるなら自分で 5%
運用した方がいいですよ。まあ 5% で運用できるかどうかちょっと横に置いといて、私の世代でさえですよ、払った額ともらった額が一緒だったらね、払わんでね、自分の好きに使いたいよね。俺だったらそれ持って韓国行っては、いや、なんでもないです。まあ破綻してんだよね。これね、普段はあれそこまでやらないんだけど、普通実名の人間には批判するにしてもですね、まあ私の X 見てくれたらあれなんですけど、割と乱暴な言葉遣いを高松七にしてるんですが、なぜか嫌いだから。それだけなんですよね。彼女のプロフを見てみたんですけれども、若者のどうのこうのとか言って、ね、若者推しみたいに言ってるけれども、そういうのが嫌いなんだよね。現行不一致っていうか、若者のためとかね言っときながらですね、結局年寄りの味方をしちゃってる、そういう世代間対立を煽ってるっていうか、いやだから俺煽るんだもんっていうね、今の若者は怒らなきゃダメなんだ。TikTok 始めた理由もですね、まあ、TikTok いろいろまあ制限はかかりますけれども、若者勤労世代にですね、怒るよと、怒って立ち上がれよと、年寄りたちに対していい加減にしろっていうですね、選挙を通じてなりいろんなことを通じてですね、日本の若者は怒らなすぎと、世代間対立を煽るためにやってんやこのアホっつってですね、そういうね、私にアンチ出てくるやつに言って、そういうやつってアンチっていうよりもね、自分は意識高い系、気取ったっていうかね、リテラシーが高いんで、そんなことを煽っても良くないでしょう、もっと平和的にって、いやだ、それが平和的に片付いてないから今のひどい状態、若者が結婚もできない、子供を作ろうという気にもならないっていうですね状態になってるわけですからね、怒んなきゃダメです絶対。